よし。よいしょ。うん。よーし。うわーし。ということで、皆さん、これで、なんかマイクの位置が同じ気がする。よいしょ。よいしょ。セルフ所属個人Vtuber、黒毛型生物域Vtuberの生身の皆さん、なめにけなんだっけありがとう。長崎のシャツいたしました。間に合ったありがとう。金合わせ、お邪魔します。ありがとう。ということで、キリギリさん水村したな。今日はですね、マジでオプション画面を開いて閉じたらキリギリさんが来てくれたので、私はハッピーです。ハッピーで埋め尽くしてます。もうレストインピースまで行きますよ。というところでね、やっていきたいんですけれども、この間ね、ちょっと話してた英語から日本語に変えられるのかどうかみたいなやつ、もしかしたらできないかもしれないなと思ってて。あれ？コントローラーが動かない。あ、ごめん。入った。このロードゲームから行くとね、こっから多分変えらんないよね。押してないんだけど、これを。ラン的、らっしゃっせー。リング切り替えはおそらくニューゲームの時だけ。まあ、一回今のところ突っかかってねえし。ここなかったもんね。つか、マジでさ、ボリュームさ、ゲーム起動して変えたけどさ、マジで変えらんないっつか、あれに戻っちゃうんだけど、デフォルトに自動的にゲーム起動した段階で。ということでやっていきましょう。これ今何することはちなみにヘイ、殺しの捜査を始める前に現場の保全をどうする？現場が荒らされないための見張り役のことだろ。犯人に証拠を隠滅されてしまったら手詰まりになりかねん。だったら俺が見張り役やってやんよ。考えるのは得意じゃねえしな。どんどん殺し犯人の件はてめえらに任せる。じゃあ現場の見張り役をオーダーに任せるとして。いや、こいつ一人で見張りをさせるわけにはいかんな。ああ、なんでだよ。当然だろ、お前が犯人だったらどうするんだ。見張り役と称していくらでも証拠隠滅が可能となる。てめえ。ならば我を見張りをやろう。それで問題あるわい。大和田モンド殿と大神桜殿と 2P 協力プレイ、まさに最強の見張り役ですな。操作できない我らのために貴様らをしっかりと頼むぞ。怖いけどやってみるよ。ということで、アイドルが命をゲットされてギャルがハリネズミされましたね。そう。ギャルがハリネズミされたが。本当に死んでる。それ以上は一切の言い争いもないほど彼女完全に死んでいた。確かめるまでもないだろう。そんな傷を負わされてあれだけの血を流して生きてる人間がいたらその方が驚きだ。ちょ待て。ちょっと待ってくれって。死んでるってじゃあ。今更かよ。こいつは今更かよ。助けてくれよ。ここから出してくれ。誰か。何よ今更。なるほど。これ一人ずつ話聞いた方がいい感じ？ダンガンロンパ 2V3 の実況予定ってありますか？多分ない。これもお試しだしね。犯人を当てれば犯人だけは殺せる。もし犯人を捨てば僕ら全員が処刑される。これが高速だとふざけたことを。とりあえずに一通り話聞いてみるか。さっさと犯人探し始めるぞ。はい。マジなのかよ。犯人探しとかやる気なのか？気づいてしまいましたわ。何だよ。先ほど配られたモノクマファイルに目を通していたのですが、とても簡単でとても妙なことに気づいたのです。何のこと？ご覧になってください。万全さやかさんの死亡現場は苗木誠の個室となっていますよね。あ、本当だ。じゃあもしかしてみんなの視線が一斉に僕へと向けられた。ちょっと待ってよ、違うんだって。僕は一晩だけ前との関係が交換してるだけなんだ。それっていうのも彼女が怯えてたから。くさいわね。真実だけ言いなさいよ。まあそうなるよな。そうだ。
試合もういいわね。そろそろ操作を始めましょう。ここから別行動よ。誰が前園さんを殺したのか、その答えにたどり着くために大規模なる手がかりを集め、そこから推理を組み立て、正しい判断を下さなければならないわ。もし間違った答えを出してしまえば、この先は言わなくてもいいわね。むしろ言わないでほしい。Goodbye. キリギリさん。Goodbye. Yo. 俺ら見張り方ったのに一人で現場に向かわねえとな。あ、そうだ。Hey, damn it. てめえらに言っとくぞ。もしここに犯人がいて証拠を隠滅しようとしてんなら、 Fucking 俺 dead. 先に見つけたら処刑の前にぶっ殺す。マジで完璧にぐちゃっと殺す。ぐちゃっと殺すがちょっと可愛かったな。刑事でも探偵でもないのに犯人捜査なんて何をすればいいのかな。Anyway, 何もしなくていいんじゃない。謎の最後はこれ3人だって分かりきってるし。 this is あんたのことよ。だから僕は違うんだ。やらないでよ。私まで殺す。怖えな。やるだけやってみようよ。まだ何にもやったわけでもないんだし。そうですな。調べるだけ調べてみましょう。いや、操作なんてやろうにもできないけど。あ、どうしてだよ。苦手なんだよ、血が。血を見ると倒れちゃうの。Oh, yeah? まあ、いっか。誰もおめえに期待してねえしな。じゃあ俺も行くかな。行っちゃう前に僕の話を。本当に僕が犯人だと思っているのか。どうしてそうなるんだよ。そんなわけじゃないか。そんなわけないじゃないかか。どうして僕が前園さんを殺さなきゃならないんだ。なんとかしないとこうなるじゃみんな。execution is electric chair, poison gas, torn apart like a paper plane in a hurricane. そんなことになって触るか。この熊の思い通りにはさせない。だったら僕が犯人を見つけてみせる。前園さんの殺した犯人を。まずはさっき配られたモノクマファイルに目を通しておこう。被害者は前園さやか、死亡時刻は午前1時半頃。死体発見現場となったのは、寄宿舎エリアに苗木誠の個室。被害者はそのシャワールームで死亡していた。致命傷は刃物で刺された腹部の傷、その他右手首に打撃痕あり。右手首に打撃痕。打撃痕のある右手首は骨折している模様。そのもとに捜査を進めてしかないのか。なんとか止めないと。時はみんなが生き残るために、前園さんのためにも、絶対に前園さんが殺された理由を突き止めるんだ。モノクマファイル1を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。どうなるかな。メタリックフルーツはウェルカーム。大工。投げ犯人か。国会事件は簡単だったな。2V3 は一生だけ配信できる。それ以降は規制かかってる。あ、なるほど。じゃあやんない方がいいわ。なおさらやんな。リアルな話こんなおじに死にたくねえって。助けてください。神様ほとめく。あいつやべえな。さきさんは捜査に行かないの。でも江ノ島さんを置いていったらかわいそうだから一緒にいてあげないと。あー。これはあれか。さっき見たやつか。うん、一緒。メダル。操作に集中しようって言われちゃったから。とりあえずちょい待ち。違う。Looks like someone's seen there. 2人死んだね。まずはこの辺の状況を詳しく調べてみよう。どうでもないか分かるかもしれない。多いな、随分。鍵はしてる。僕なのでキーホルダーがついた鍵。交換しておきましょう。鍵をかけ忘れた。いや、それは考えられない。誰が来ても絶対ドア開けちゃダメだよ。これさー。データ彼女が出歩くことないし、鍵のサービスもなかったんだ。どうやって部屋の交換について手帳に記録しました。言葉メニューで確認できます。密室だってご支援に持ち帰ってきた金箔の模擬刀。これだけに使ってもこれって鞘から抜かれた抜き身の状態になっている。帽子を見るのは初めてだけど、やっぱり金箔でコーティングされてたんだ。それに刃
分と持ち手の柄の部分の塗装がところどころ剥がれている。特に柄の部分の塗装の剥がれが激しいみたいだ。ちょっと触っただけでも金箔がついちゃうんだったな。ここに鞘が。鞘に傷がある。刃物かなんかで切りつけられたみたいな傷が。鞘の中に切りつけられた傷が。力に対しても鞘に傷があるのは不自然だ。模造刀で襲いかかるのは普通は刀は鞘から抜くはずだ。こんな思いだけの鞘は邪魔でしかない。私の最中に鞘が抜ける心配だってある。何、どうしてこの鞘に刃物の傷が？傷だよね。部屋のベッドや紙に傷つけられてるのがいつもある。争った形跡ってやつか。これで確実に争い事があったはずだ。隣の部屋にいた僕が気づいていれば、それは無理な話だ。前に聞かなかったが、この個室は完全防音になっている。つまり隣の部屋で何かあろうともそれに気づくことは不可能。あるいは、これもモノクロの策略かもしれんな。殺人が起きるのにうってつけの環境自体が。争った形跡？コロコロ。テープの残量がかなり減っている。工具セット未開封のまま。Yo. おめえもそう思ったか？ What? おめえも使ってねえからせいだよ。What? 工作用に中だけ気分でもねえしな。大竹も使ってないの？ What? 俺だけじゃない、他の連中もそうみたいだぜ。ちょうど昨日くらいにその話になったんだよ。By the way. 男連中は誰も工具セットなんぞ使ってねえってよ。まあ当たり前だけどな。工具セット。ちょっと待って、もう一回。なんかスタンド。これ同じこと言う気がする。これで金分。Well. 多分一緒だよな。あとは見たか？ここ入っていいのかな、ちなみに。ダメでした。どれ調べてないの？壁か。あ、違う違う。Hey. 我には推理などできない。貴様が犯人かどうかなど我には分からぬ。我は従うだけだ。貴様らが出した結論にな。待って、ここになんかマークが出るんだけど。こっちか。ただ部屋でちょっと待って、どれだよ。話しかけてみるね。By the way. やるしてで気づいたんだけどよ。すでに犯人が証拠を隠滅したって可能性もあるよな。例えば死体が発見される前とかによ。その岸くんにゴミ捨て場もあったしな。そこで処分してっかもしんねえぞ。その可能性はあるかも。You son of a クソ野郎が。 bitch. あれだよ、俺は女に手を挙げるやつは許せねえんだ。そんなやつは万死に値する。そう兄貴に襲ったんだ。 You're fucking それ dead. で埋殺したやつは許せねえ。余裕でメリット殺す。でもさ、犯人が女の人だったら Yo. その時はその時だ。何なんだお前は。おばさんいらっしゃい。今始めたばっかここ。What are you doing? Isn't it obvious? No. I'm searching. Searching? 被弾されたタイプで僕の部屋の床を隅々までじっくり見ました。 Did you lose a contact or something? わからんけどものすごく集中してるみたいだ。その直後、急に彼女が立ち上がってきて。 Listen. あなた潔癖症？いや違うけど。彼女は小さくうなずきながら僕の部屋の床を見ますようにしてきた。I see. I see. Hey. ちょっと妙。 So. 様子見まで調べてみたんだけど、髪の毛が一本たりとも落ちていなかったわ。 Indeed. 被害者となった前園さんのものはもちろん、部屋の持ち主であるあなたのものもね。僕もさっき調べた時に気づいたんだけどさ、僕の部屋の粘着テープクリーナーがいつの間にか使われてたみたいなんだ。誰かがあれを使って、 I see.
ほどね。髪の毛一本してない部屋、いつの間にか使用されたテープクリーナー。あなた以外に誰かこの部屋を掃除したってことになればね。前園さんがそれとも犯人が。Well, じゃあゴミ捨て場行くか。部屋調べようってもう今全部見たべ。ここ？こっちに行けるフラグが立ったのか。前園さん。2つだけか。じゃあ右手の骨折？なんか書いてあんだよね、後ろ。レオン。あ、11037。ごめん、レオンって呼んじゃったけど。レオンじゃないの。違う。それで記してるのじゃない。そのこと言ってる場合じゃない。その場合の今の死体状況確認始めた。お腹に刃物が刺さってる。右手首を骨折している。人差し指だけ血がついてる。両手とも手のひらは綺麗なのに左の人差し指で上るし。死んだ後に骨折する理由なんて考えられないからな。そうするとこの傷って部屋で争いがあった時にずっと傷なのかも。犯人は部屋で前園さんに襲いかかり、そこで前園さんの手首を骨折させた。その前園さんはこのシャワールームに追い詰められ、そのによって致命傷を負わされた。以上だべ。it would seem ナイフ見つけたみたいね。シャワールームの血文字、ライングメッセージ。ライングメッセージって何？何じゃねえよ。そういう意味でこれを選んだわけじゃねえよ、主人公。犯人を示す目的でね。だけど明確に犯人が示されてることはほぼないわ。犯人に気づかれないで隠れた場所にあったり、暗号のようになってる場合がほとんどよ。そうなんだ。Hey. エラリー・クイーンは知らないの？なんでもないわ。ゴミ捨て場行きたいんだけど。it would seem 下地ので初めて見たよ。最後のメッセージだね。これは命と物で書かれてるんだ。 right. 詩人みたいなことを言うのね。でもあの血文字ってどういう意味なんだろう。11037って数字なんて全然隠れたりがないけど。So あの血文字は彼女の背中で隠れるような場所に残してあった。前園さんがあの体勢のままあの場所に字を書いたのにしたら、手だけを背中の後ろに回した状態で書いたことになるわね。その状態で字を書いたらどんな風になるか。キリギリさん分かってるでしょ、これ。Makoto. この事件の謎はあなたが突き止めるべき。ないときっと納得できないまま終わってしまうことになるから。何のことか分からないけど、とにかく教えてくれないってことか。タイムメッセージのキリギリさんに分かってるみたいだけど、正直僕にはさっぱりだな。数字のことならあの人に聞いてみるのもいいかもしれない？ Makoto. それともう一つあの人に聞きたいことがあるんだけど、このシャワールームドアが壊れてるのはどうしてかしら？壊れてる？立て付けのこと？立て付け？僕の部屋のシャワールームのドアだけ立て付けが悪いらしいんだよ。僕も最初は鍵がかかってんのかなって思ったんだけど、でもコツをつかめば簡単に開けられるよ。壊されてたのあれ。Correct. シャワールームの立て付け悪かったのね。だけど私が言ってるのはドアノブの故障のことよ。ドアノブ？ That's right. 開かなかったの？ならシャワールームのドアを閉じてみなさい。そうすればすぐにわかるわ。シャワールームのドアノブ。なんでこれ？ドアノブが外れかかっている。なんでこんなことに？ It would seem ドライバーかなんかを使ってドアのネジを外したんでしょうね。ネジが外されてるなんて明らかに意図的なものだもん。ネジを意図的に外した。so
僕の部屋のシャワールームには鍵なんてかからないんだよ。シャワールームに鍵がかかるのは女子の部屋だけだったはずでしょ。彼女はしばし試案を続けた後、急に思いついたように僕に質問を投げてよこした。Just a second. ちょっと聞きたいんだけど、さっきあなたが言っていたシャワールームの片付けの件、あれって誰かに話した？前園さんには話して、その夜部屋を交換した時に知っていたのはあなたと前園さんだけ。なるほどね。キリギリさんは分かってんだ。I see. これではっきりしたわ。 Goodbye. じゃあまた後でね。キリギリさん分かってんだ。他の人の意見を聞くっつった今。 By the way, これ一緒か。 you 待って Yo. じゃあとりあえずゴミ捨て場行こうよ。戸上、 Very あれのさ strange. やからどうしてお前の部屋で死んでいたんだ？お前が犯人だからか？違うよ、僕と前園さんは昨日の夜は部屋を交換してて、あからさまに疑ってるんですけどね。万が一お前の言葉が本当だとしても、前園さやかの死の責任はお前にあるんじゃないのか？前園さやかはお前と部屋を交換したせいで殺された。そうは考えられないか？前園さん殺されるの部屋の交換のせい。それがどっちなんだろうなとはちょっと思ってたんだけど。もしそうだとしたら僕は。とりあえず、おう、桑田キューン Seems like なんか変じゃね？このファイルによると前園殺されたのってお前の部屋ってことになってんのに、どう考えても変だよな。あのネームプレートがおかしいんか？ネームプレート？あれ？本当だ。ネームプレートが入れ替えられてる。ご出ネームプレートを手帳に記録しました。本当だ。おかしいですな。なぜゆえに前園さやか殿の内誠殿の部屋で、これだけは言っておきますが、そこのトラッシュルームで証拠を処分なんてことはこの僕がさせませんからな。トラッシュルームって上のやつだよね。今気づくのか。今初めて廊下出たもん。あ、そっか、閉まってんだって。この終着駅。そう、ゴミ捨て場、名付けてトラッシュルーム。この鉄道どうやったらダメ、こっから先は入れないよ。掃除当番以外は入れないよ。掃除当番掃除当番って誰のことだよ。話になれないな。みんなに聞いてもらった方がいいか。うるせえな。掃除当番。てかさ、包丁はさ、こっちじゃないの？食堂の長さん、休憩中。てかずっと休憩してるんだけどね。何をどうしたらいいかさっぱりで。そうだよね。この食堂って落ち着くんだよね。ついついそうっちゃうんだ。前園ちゃんが殺された昨日の夜もそうだったし。ああ、やっぱり包丁だ。あとはメダルがないか。いいか。今はメダルいっか。鍵があるから入れないね。掃除当番って誰なんだろうね。わからん。その辺はわからん。食堂の包丁が1本足りないみたいなんだけど。Yeah, totally. その辺だと思ってたんだよ。いつの間にか包丁がなくなってさ。最初から足りなかったわけじゃないんだ。That's right. 前に見たときはちゃんと全部揃ってたもん。
紅茶がなくなったのに気づいたのいつの頃？ Well, 昨日の夜紅茶を飲もうとして厨房に入った時は紅茶は揃ってた。紅茶を片付けた時にもうなかった。飲んでる間に包丁が消えた。だってさ、なぎって本当に前園ちゃんを殺しちゃったの？何言ってんだよ、そんなわけないじゃないか。何が僕が殺したって思ってるの？ I mean, 前園ちゃんは苗木の家で殺されてたね。だとしたらやっぱり前園ちゃんは苗木と仲良かったし、そんな関係なのに殺人なんて。だけど仲いいからこそ殺人が起きるってのはドラマの定番でもあるし、だから全部ひっくるめて考えると結局よくわかんないよ。悪い子じゃないんだろうな。もうよくねもういいんじゃない？今回言われたら出しますよ。とりあえず大丈夫。っていうか初めてだから流度感がわかんないから、まずそれの確認しないといけない。ヒントも何も。まず今これ普通に話してるけど、それが正解なのかどうか分かってねえもん。What's your problem? 知るわけないわ。そういう細かい規律なら石丸にも聞きなさいよ。石丸どこだ？いないね。いた。昨日の朝モノクマから話が上がったな。モノクマも僕がまとめ役だと分かってたんだ。だから僕に直々に言ってきたのだよ。掃除当番を決めてくれってね。石丸くんが掃除当番だった。いや、僕は掃除当番ではないぞ。その話があった時ちょうど山田くんもいてな、立候補してくれたんで彼にお願いしたんだ。山田？山田が誰だっけ？山田って誰だっけ？同人誌か。同人誌か。ちょっと待って、オッケー、同人誌。これさ、ちょっと待って。いいや。しっかり証拠それないとパッションで押し切られるからそんなにか。同人誌。掃除当番？それなら僕ですが、それが何か？昨日の朝モノクマに頼まれたんですよ。掃除当番がいないと学園中がゴミだらけになってしまうとのことでしたので私にが立候補したのです。本当は今朝から始める予定だったのですが、あんなことがあったせいで実動はまだですがね。掃除当番でトラッシュルームの鉄格子を開けられるの？当然でしょう。掃除当番は集めたゴミをトラッシュルームに廃棄しなければならないのです。トラッシュルームの鉄格子を開ける鍵もちゃんと受け取ってますがな。ちなみに掃除当番は1週間ごとの交代制らしいので、そのうち苗木殿も担当することがあるでしょう。ちょっと待って、トラッシュルームに入るには鍵が必要。その鍵は掃除当番だけで持たされる。なんでそんな面倒する必要がある？トラッシュルームを開放して各々が廃棄できるようにしたらいいはずだ。確かにそっちの方が効率的だよね。So in other ひょっと words, すると仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分の黒だと他の世界しないといけません。 so that's it. そういうことか。全員がトラッシュルームに全員出入りするようになってしまったら、証拠隠滅が簡単になってしまう。つまりスリルがなくてつまらなくなる。Hey, listen. だからさ、そんなことより、 Hey, you bastard. おいブーレー、てめえなんで掃除当番に立候補しやがった？ Oh, 僕は皆さんの嫌がる仕事を勝手にやったまでで、それが何か？ you. 嘘こけ、てめえさてはあれだろう。 Is it 私の like ゴミでも漁ってなんかいろいろとあれしようって腹じゃん。 There's no way to think about this in a common sense kind of way. you know what I で mean? もよくあんじゃん、二次元では来たらずに実際に犯罪を起こす的な。 Completely unforgivable. 2次元と3次元と比較した上で自らの意思であえて2次元を選んでいるのだ。3次元で存在価値があるものなんて2次元を愛するものだけなのだ。あとフィギュアね。 Give me a break. よく恥ずかしいね。Give me a break. そんなに山田の底が心配ならいい方法があるぞ。男子が掃除当番の時はゴミの収集から廃棄まで大神桜に付き添ってもらえばいいんだ。What? やましいことがないなら問題ないだろう。そう、こんなはずじゃ
山田君、そんなことでさ、君が掃除玉ならお願いがあるんだけど、 Mm-hmm. まさか唐突に仲間になると。いやいや、まだフラグが立っておりませんぞ。トラウマを共に解決したり、一緒に村を救ったり、または掃除でバトルをやったわけで。山田君、掃除玉でしょ。トラッシュルームを調べたいんだけど。いいよ。軽っ。はい。ひふみくんか。それぞれ下の名前は一切分かってない。この鉄道車ければよろしいのですが、結合して思い出すのは、一子相伝の危険の伝承者が悪ガキと牢屋に閉じ込められ、その世話をしてくれた少女が言葉を話せなくて、で、その奈良にも悲観が軍団が攻めてくるわけですが、そこでこう鉄格子をぐにゃりとね、その第一話、アビシ。とりあえずさ、早く頼むよ。よし、来た任せろ。こいつのキャラが分からなくなってきた。Mr. Naegi! おかしいなからない殿。 Without で a もやトラッ doubt. シュルームで証拠隠滅をしようとしてるんではないな。己測ったな。違うよ。犯人が証拠を隠滅してないか調べに来ただけだって。犯人はないけどもどうやろう。自分が隠滅した証拠を自分で調べるだと。どんなパラレルワールド。もういいや、さっさと推理始めよう。どういうトラッシュルームの奥に設置された焼却炉。暗鉄格子まで10メートル以上離れてる。それはともかく火がつきっぱなしだ。Mm-hmm. 焼却炉の投入口の横には緑色のボタンと黄色いボタンがありますな。 Yes, 緑 indeed. 色のボタンを押すことで燃焼を開始し、黄色のボタンで燃焼を終了するシステムなのです。ナギ殿もいずれ掃除どもをやるでしょうから、しっかり覚えてくれたまえよよよよよよ。焼却炉の火がつけっぱなしじゃないですか。おかしいな、前に来た時はちゃんと火は消えていたはずなんですが。 Was it a 妖精さ fairy? んとします妖精さん妖精さんって今ダメだ、チンクルが出てきちゃった今。前に来た焼却炉の火が消えてたって。 Yeah. 間違いないですよ。僕は記憶力だけは確かなもんで。 I feel as if 昨日当番を任命された直後に下見に来たのですが、その時確かに火は消えておりました。それ以来僕はトラッシュルームには来ておりませんし、鉄格子を開ける鍵を持ってるのは僕だけなのですから、 Most やっていてるなんてありえないんですが。なんかこれか。ハム太郎スティールアライブハム太郎生きてんだけどって言ってる燃えかす。燃えかす、かす燃え何そうってマニアックな属性を持ち。あいつうるせえな。それだね。袖口が白いわしとしてる人物がたくさんいるよな。これだけじゃ犯人を割り出す証拠にはならないかも。焼却炉の手前に割れたガラスの破片が散らばってる。丸いガラス玉。 Is this これはも perhaps? しや知ってるの？ Mm-hmm. ドーナツもういいや。 Hmm. よく見かけますね、街角とかで。浜の中を覗いて未来が見えるとか言ってるやつですよね。4作目に出てきた食の新聞持ってましたよね。あー、50ルピーあるから地図よこせ。ジンクロジンクロクルリンパーっつって。前に来た時は焼却炉の火を気づいたし、そんなガラス破片も燃えかけのものもなかったのに。どういうことですか？ないけども、そこにそれどうしてもらいましょうか。 That's あな it. たが犯人に I'm 決まってい sure る of ので it. す。謎は全て解けているのです。この人漫画と現実がごっちゃになってるな。体育館に行きましょう。じゃあネタは山田のネタの連打がすごい。山田よいしょ。なんかさ、ファストトラベルできるって書いてなかったっけ？そうか。やり方がわからんのだな。とりあえずユウの水晶はどこへ？とりあ
くれ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。嫌だよ。赤くれくんってばナギッチいたの何？このガラス玉に見覚えないかな。ああ、俺の水晶玉だべ。割れてる。絶対に割れない奇跡の水晶玉って言われたから勝ったのに、なんで割れてる？しかもガラスだった。水晶ですらなく、もしかして俺って騙されたんか。その騙されたやつで占いしてたのこいつ。すげえな逆に。かのナポレオンはチニザイワシントンという歴代の英雄たちが手にしてきた水晶玉で、それを持つ者は世界を滑るという伝説の水晶玉。騙されたんマジでか。その話は置いといて、これってアンクル君の持ち間違いないんだよね。間違いなく俺んだけど、きっと昨日の夜ランドリーに置き忘れたんだ。それを盗まれたってことだね。ランドリーに置き忘れた。そういやランドリーに行けてないけど、ちなみに聞いておくけど、このガラス玉っていくらだかったの？占いで稼いだ2年間の本すべて世界を滑る力の金額にしては安いかなって。青すぎて同情のやつ知らないな。こいつ大丈夫かな。あ、そういえばなんか話しかけなきゃいけなかったの。数字か。はぁ？したいこと何？死んだ前園さんがあるメッセージを残したんだ。1103って数字なんだけど、数字この顔かわいいな。I'm sorry. わからないです。かなりんだ、ありがとう。隠してるとかまさかな。そんな嘘だったなんて。それさすがに嘘って気づかなきゃ。ランドリーに行けばいいの？年収5000万。年収5000万やばいよな。これ何をしたら次のフェーズに行く？これ2位で次のフェーズに行けるとかじゃないんだね。ランドリー今日はガラキでラッキーで。特にわわ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 。なんでスクミズ調べられるの？逆にゲット。人のスクミズを漁ったな今。雑誌が置いてある。これ多分全部同じなんだろうな。一個一個違うとかある？もしかしてメダルがあるのか。そんだけあればもう占いしなくていいだろ。1億って多分少ないぜ、ああいう人にとっては。何しろそんな水晶玉買っちゃうぐらいだから、他にも多分散財してるんだろうよ。証拠全部回収しないと次の日のフェーズに行かない。めんどくせえな。もう分かってるじゃんこれ。こんなもんかな。ごめんなさい。なんか調べなきゃいけないのあるだって。いやー出揃ってるよね。さ、朝日奈、待って、朝日奈、お前が紅茶飲んでた時に誰が来たかっつうのが教えてくれよ。でも包丁持ってたのってさ、違うか。ねえ、逆にさ、包丁持ってたのって前園なんじゃねえの？逆に。裁判で驚愕の事実があるかもだから。まあもういなんかあんまり意味なさそう。Veryこれだけ分かってない。
これだけ分かってね。Seems. 江ノ島。とりあえず。セレスどこに行ったし。誰が犯人なんだ。 Hey, you bastard! おお、びっくりした。 I mean, ねえ、事 seriously? 件の関係ねえだろ。めっちゃ怪しい。 Hey, you bastard! I mean, 超怪しいじゃん。もうこれめっちゃ面白い。 Mr. Noegi! マスターマイン大義殿。 There's no way to think マナ about ー違反ですよ。 so これ事件の捜査といい、人たちの尊厳は守るべきですな。これでも調べてたよな。ここがまだなのか。シャッター。ゲーム大好きさんか今操作パートです。思いのほか長い。お便所。喋れるのここだけかい。なんで過剰反応したのかな。めちゃめちゃいいじゃないの。かわいい部類だよ。なんで私がやったゲームから比べたらかわいい部類だよ。お前らスキッツを思い出せお前らスキッツを思い出すんだスキッツ大好きだよ私は。There's room? Yeah. There's room. アケロイド警察だ。デトロイトだっけ。あ、視聴回数もだ。あ、そっか。なんか前園さんの DVD を見なきゃいけないんだっけ。そういや。あ、空っぽか。あれじゃあ前園の部屋に入ればいいのか。そんなようなこと言われた気がした。前園の DVD 見ようぜっつって。苗木くんの心の声に言われた気がするわ。こっちってことだよね。そっか、ここ調べてねえのか。うっす。一通り調べとく。てか昨日の夜自分がここにいたんだからあれだよね。あんまり意味ないよね。DVD 見に行くか。なんかファストトラベルできるって書いてあった気がしたんだけど。ファストトラベルってなんか、あ、BM と走れんのか。知らなかった。ほいさ。あぞさん。Sayaka Maizono, the ultimate pop sensation, lead singer for a world-famous all-girl pop band. For these girls, the glowing spotlight only made them that much more beautiful. But then...
雨は突然安定した。This ultra-successful team suddenly fell apart. None of them will ever perform on stage again. None of them will ever feel the warmth of the spotlight. For Sayaka, there's simply nowhere for her to return to. So here's the billion-dollar question. What, oh what, could have caused the group to go to pieces? 解散しちゃったじゃん。解散しちゃったじゃん。あー、終わった。ぽい。I'm getting tired of waiting. What say we just get started, It's time for the long-awaited class trial! Now then, allow me to appoint a proper location for the proceedings. Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon! おい。走れるの知らなかったわ。これはひどい。全然好きな展開だよ、私は。自分の犯行が暴かれるの。Listen to 決 me! め手は言うないぞ。救済部まで待ちたまえ。大君の犯行の一部始終を明らかにするんな。犯人だと思われてるんだろう。だけど僕が犯人じゃないってことは僕自身と前園さんがよく知っている。だったら3時半には誰なんだ。英語読みがどうなるか。何そんなに影響出んのこれ。Is everyone here? Okay 大 then. 丈夫です。英語音声日本語字幕。そう、うちのチャンネル比率日本人の方が少ないから実は。 Please board the elevator in front of you, which will transport you to the courtroom, where all your fates will be decided. I'll meet you all down there. I'll be waiting. Well then. Yes, indeed. Hey, ね、ほら。キリギリスは広いんだろう、マジで。動き始めた。学級裁判パートはぼちぼち長い。近いとこなっていく。死刑を待つ囚人の気分ってこんな感じなのかな。それを言うなら判決を待つ被告人の気分じゃありません。僕らの日の気持ちは要するにエレベーターとの時間も打っていった。やっと来たね。パラーいかにも裁判場って感じじゃない？ハリウッドクラスのリアルの再現性じゃない？どっちかって趣味な空間だぜ。Well now. じゃあお前らは自分の名前が書かれた席についてくださいな。ハリアこの熊に言われる僕らは指定されただけでなかった。視聴者のみんながそう、うちのチャンネルのアナリティクスはね、日本語圏よりも英語圏の人の方が多くって、だから基本的に英語のやつでやってんだけど、多分アーカイブがね、英語圏の人見てるっぽいんだよね。だからが炎上に人道量に配置された席。つかまあこれで私が日本語で読んでるからあんま意味ねえんだけどさ。他の緊張感が高れて飛び火し、その場の空気は一気に重苦しいものへと変化していった。そして幕は開く。命がけの裁判、一度騙し合い。裏切り合い、騙し合い。
はなあ、スキルセットって。美声。相手の発言を破壊した際に相手に与えるダメージが増えます。マシンガントークバトルで有効です。美声しかないんだけど。わからん。よくわからん。Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. And the killer really is one of us, right? Of course! Okay then. Everyone, close your eyes. And whoever did it, raise your hand. Don't be a goddamn idiot. Why the hell would they raise their hand? Before we move on and start the trial, can I ask a question real quick? What's going on with those? I'd feel awful if they got left out just because they died. Friendship penetrates even death's barrier. Friendship penetrates? Okay, but what about that other empty seat? There were only 15 of us to begin with, so why are there 16 seats? Oh, no reason. It's just that our little courtroom here can technically fit up to 16 people. Okay, that about does it for the preamble. Get ready to get started. First up is the case summary. Now, let the class trial begin! ちょっと水飲むね。犯人を決めるための議論が。説明お聞きになりますか？学級裁判中ストーリーが進むとノンストップ議論が発生いたします。ノンストップ議論では登場人物たちが次々と発言し、議論が自動的にお進みします。ファン様には議論に潜む嘘や矛盾を見つけ出し、言霊を使って論破していただければなりません。操作で集めた言霊のうち、議論に必要なものの言霊シリンダーに装填いたします。左スティックで照準を動かし Y ボタンでお打ちになれます。もしくはセリフを直接タップすることでもお打ちになることが可能となっております。登場人物の発言セリフに注目し言霊を当ててください。タイムがなくなると失敗。ノンストップ議論中にスタートボタンを押す操作方法を確認されてる。よく分かってないんだけど。I assert that the one who was murdered was Miss Sayaka Maizono! Yeah, we know that part already. And the murder took place in Makoto's room. In the bathroom. So it seems most likely that The killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. She didn't even have a chance to resist. No, that's wrong! Just a second, Chihiro. Try to remember how my room looked. With the way things had been damaged, I think we can definitely assume there was a struggle. A struggle? Between who and who? Between Sayaka and the killer, of course. So you're saying Sayaka wasn't caught by surprise in the bathroom? she must have been attacked in the main room first. Then she ran to the bathroom to try and hide. The killer followed her in, and that's where they finished the job. That much should have been obvious after taking one look at the scene. It shouldn't even need explaining. Sorry. ね、それ違うの？違ったの？よくわかんないんだけど、これ。 so what's next? Next is the subject of the murder weapon. Wow, this is starting to sound like a real trial.
So what was used to kill her? There was some kind of sharp object thrust into her stomach. Without a doubt, that is the murder weapon. So the killer used some random knife they had on him. How could anyone do something like that? That son of a bitch! So what was used to kill her? There was some kind of sharp object thrust into her stomach. Without a doubt, 今のやり that 方 is で the 合ってる murder よ。どっ weapon. ちどっち違うって言われたり合ってるって言われたりわかんないんだけど。No, that's wrong. No. I do think it was a knife, but not just any knife. Huh? A kitchen knife? After the murder, we discovered that one of the knives from the kitchen was missing. Which means that knife must be the murder weapon. Oh, yeah. I guess that makes sense. You could sort of see the weapon sticking out of her あの stomach. コメントでね、それは違うよが2つ来てんだけど、それってどれのこと言ってんのか全然わかんないんだけど、私が間違ってるってこと？どういうこと？待って、何が違うの？合ってんの？これ。わかんない。さっきの、この大穴のやつ一回飛ばしたけど、一回飛ばすことになっちゃったけど、合ってんの？それは違うよの音声の話、音声ということ？あ、ナイリ君のセリフ？日本、あ、そういうことね。分かった分 And かっ if た。 you オッ look ケー。 real close, I could totally see 全 that 然 being a 分かん kitchen なかっ knife. たんだけど。日本語版知らないからさ。 Okay, so the murder weapon was a kitchen knife, but where does that get us? I mean, we all know Makoto killed her, right? That's right. Makoto's room was the scene of the crime. What more proof do you need? Hold on a second. Let's draw our conclusions after we presented our arguments. Otherwise, what's the point of the trial? Well, we can talk all we want. It's not going to change that conclusion. I don't think that's true at all. I'm sure if we keep at it, something new will reveal itself. You really believe that? 長谷川さん。RB ボタンを押してる間、精神集中を行うことができます。議論の流れが遅くなり発言をじっくりと聞くことが可能でございます。照準のブレも抑えられるため、照準ブレてんのこれ。そういうこと？集中力に上昇してるため、時間とともに回復していきます。朝比奈の証言。So I guess there's no question that the kitchen knife was the murder weapon. But where does that get us? Makoto must have taken it from the kitchen. He did it in secret. No, that's wrong. Okay, wait. Hold on. I didn't take the knife from the kitchen. Next, you're gonna say you're not the killer, right? Go ahead and say it all you want. Well, what if I have a witness? What do you think, Hina? Huh? Remember what you were telling me earlier? お茶飲もうとして厨房に入って、ここ音声欲しかったな。お茶飲んで片付けたらなかった。Just to be perfectly clear, the knife disappeared while you were in the dining hall, correct? Yeah, that's right. And at any point while you were there, did you ever see me come into the dining hall? No, I don't think so. You don't think so? No, he definitely wasn't there. The knife disappeared while Hina was in the dining hall, but I wasn't there the entire time. In other words, there's no way I could have taken the knife. Okay, then what about this? What if the idiot swimmer girl and Makoto are in on it together and lying to protect each other? Idiot swimmer girl? Oh, and more importantly, why would I get involved in something like that?
Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is allowed to have an accomplice, but only the one who does the killing will get to graduate. So, in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. Then there's no way anyone would work together, right? But what if they did work together, and they just didn't know about the rule? Good grief! Enough already! No, okay? There are no accomplices in this case! Oops! Did I say that out loud? Anyway, I didn't go to the dining hall, and I didn't take the knife. So I'm not the killer. Okay, so then, who did take the knife? Hina seems the obvious candidate. After all, she just said she was in the dining hall. No way! I swear it wasn't me! Sure, but can you or anyone else prove that? I can. That's right. Sakura was with me the entire time I was drinking my tea. I hate to have to ask, but just to be sure, Sakura's... Me. Right. But then, couldn't either one of them have grabbed the knife? Actually, no. Because, well... Just spit it out already. I stayed in Hina's room last night. I got so scared thanks to those creepy videos. I wasn't really thinking, I just asked her to stay over. Which means we have airtight alibis. You stayed over? Doesn't that violate one of the school regulations? We're not allowed to sleep anywhere but the dorms, but it doesn't say we have to stay in our assigned room. So, I don't think that's a problem. It is a problem! A boy and a girl spending the night together? It's unwholesome! But I'm a girl. You are? Oh my gosh, I'm so sorry! But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Actually, there is one other possibility. Right, Hina? Oh, yeah, that's true! One other person did come to the dining hall while we were there. Why didn't you say so in the first place? Well, because... they're not here anymore. そんな気がした。 Sayaka. She's the one who came to the dining hall. And then later, she wound up dead. I got it! Then, Sayaka is the one who took the knife? That's the only possibility. And thinking back on it, she was acting kind of unusual. When she came into the dining hall, she didn't even look at us. She just went straight to the kitchen. As she left, she said she just wanted a drink of water. But most likely... Then the person who took the knife was the victim herself! I'm sure she just took it for self-defense. So you're saying the knife she took was then taken from her, and she was killed with it? In that case, you may not have taken the knife, but you still could have killed her. What? See? He did do it after all! No, you're wrong! So, that's how you would twist the argument and send us all off in the wrong direction? You possess a most terrifying talent. Hold on. It's still too early to decide conclusively that Makoto is the killer, wouldn't you say? Because you see, if the room did belong to the killer, then they did something most bewildering. And until we unravel that little mystery, you simply can't declare that he's the killer. Bewildering? What the hell are you talking about? Something was missing from the scene of the crime that by all rights should have been there. You know what I'm talking about, don't you? ひらめきアナグラムが始まります。
理が進むとひらめきアナグラムが発生することがございます。ここでは事件に関わる重要なキーワードを完成させることがあなた様の目的でございます。飛んでいる文字や分かっている文字からキーワードを推理し、正しい順番で飛んでいる文字を撃ち落とし、キーワードを完成なさってください。左スティックで照準越しを指で文字。間違った文字を撃ち落としてしまうと発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。発言力ゲージまたはタイムがなくなると失敗でございます。以上ご確認のほどよろしくお願いします。現場に当然のものがなかった。わからん。何？どういうこと？2じゃないの？何回も打たなきゃいけないのね。Now I understand. That's right. There wasn't a single hair on the floor. So, the culprit removed some evidence? Yes. And if I were the culprit, why would I need to get rid of all the hair in my own room? It wouldn't be unusual at all to find my hair at the crime scene if the crime scene is in my room. The reason all the hair was gone was to remove any trace that Sayaka had ever been there. That makes sense, does it not? No. If that were the case, they would have had to do something about the body itself, not just her hair. Yes, very true, very true. Okay, then why wasn't there any hair on the ground? The killer got rid of it all, of course, to remove any trace that they had ever been there. Wait, then that means... Precisely. It's simply beyond reason to believe that the room's owner and the killer are one and the same. Then Makoto isn't the culprit? Are you sure we can decide something so important based solely on the absence of some hair? No. There are other reasons that prove why Makoto couldn't have done it. 笑った！キリギリ様が笑っていらっしゃる。I would like to hear these reasons. Do you remember anything remarkable about the bathroom at the scene? Sayaka was attacked in the main room first, then fled into the bathroom, right? Yeah, then they ran after her, got into the bathroom, and stabbed her. And how did the killer get into the bathroom? Did they have any trouble with it? What do you mean? It's fairly certain that the killer had some trouble getting into the bathroom. There was clear evidence left behind. Do you remember, Makoto? I got it! Evidence that the killer had trouble getting into the bathroom. You're... The doorknob? What doorknob? The doorknob for my bathroom. It was completely broken. See how the top part was unscrewed? And the doorknob's about ready to fall off? どうやって写真撮ってきてんだろう。 Oh yeah, true. But what does it mean? In trying to bypass the lock, they ended up nearly removing the entire doorknob. This is another most bewildering act for the room's owner. It proves Makoto is beyond suspicion. So what? You're saying he wouldn't break the door in his own room? But if the only choice you have is to break it, you break it. There's nothing bewildering about it. You still don't see? Okay then. Let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. ノンストップ議論の補足説明。なんか、ウィークポイント、ウィークポイントが複数あっても、議論の中の嘘や矛盾は基本的に一つ。偽物のウィークポイントがあるということでございます。偽物のウィークポイントに言霊を当てても論破できないばかりか。ただの信用が損なわれ、発言力ゲージにダメージを受けています。発言力ゲージがなくなると失敗となってしまいます。ご注意ください。どのウィークポイントが嘘か矛盾なのか、あなたの議論の中で推理なさってください。以上、文章によろしくお願いします。よろしくお願いします。よし。
The incident took place in Makoto's room. Sayaka was first attacked in the main room. She then fled into the bathroom. Then the killer ran after her. And they got into the bathroom. At that point, the killer had to try and bust down the door, because Sayaka had locked it. No, that's wrong. The reason my bathroom didn't open wasn't because it was locked. After all, the girls' rooms are the only ones with walking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Then why didn't your bathroom door open? Because it was stuck. Huh? What are you talking about? My bathroom door doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. Yup, true as true can be. こいつにフォーカスが当たるときだけ BGM 変わんのかよ。 But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door. That's not lucky at all. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone should have known you can't lock any of the boys' bathrooms. The killer could easily make that mistake, thanks to one important detail about the scene of the crime. 犯人が知らなかった。現場が苗木の部屋だったこと。I got it! The killer must not have realized that it was my room. What? Are you saying the culprit didn't even know where he was? And yet, he's absolutely right. Say what? Say what? Well, to be more specific, what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms. Which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through! So they had no idea how unnecessary their actions were. Ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door opened. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is... Definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? That is a definite possibility. So the killer would have to be someone who didn't know they'd switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. 最初からそう言ってるんです。 Okay, then who did do it? I'm sorry, but I give up! Quit without saving! But what happens if we can't decide on who we think did it? Well then, why don't we just vote right now? Majority rules! お前もさ、お前も黙っててほしいわ。 Majority rules? You really think that's a good idea? Yeah, our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Oh, you... You don't gotta sound so disappointed. It's fine, it's fine. Just ask your question. Oh yeah. Okay, so... Well... I was just wondering... How did the culprit get into Makoto's room in the first place? Yes. How did the killer get inside? Maybe Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's possible, right? I don't think so. That seems way too convenient. Then...
maybe someone picked the lock? Negative! If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Fine. How about this? The killer got in the easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Miss Maizono just let him in. No, that can't be it either. Oh, trying to argue against me? Sounds like someone doesn't know his place. お前さっきギブアップしてただろうがよ。 Hello? Why exactly can't that be it? 彼女怯えてたからこそ僕に例のことを頼んだんだ。根拠になるはずだ。え？鍵交換？ I got it! Because Sayaka was already scared, remember? That's why she asked me to switch rooms in the first place. Knowing what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. What if her being scared was a lie? Huh? Well, what the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Oh? I found a notepad during my search, and I shaded in the top sheet with a pencil. And these are the words that appeared. Oh man! I've totally seen people do that on detective shows. When you write, it can leave an imprint. Sketch over the next sheet of paper, and you can see the words. When I saw that, I was like, holy crap! I better make sure I rip the paper out before I use it from now on. It's a pretty old-fashioned technique, but even the classics can be surprisingly useful sometimes. Oh, and I should also mention, I found the notepad on the desk in Makoto's room. Huh? Which means only someone who had been in Makoto's room before the incident could have written it. Then either it was Makoto who lived there, or Sayaka who switched rooms for a single night. So, Makoto, did you write this? No, I didn't. But... Of course you didn't, because the note also bears a perfectly legible signature. Sayaka's signature. あー、なるほど。But why? Why would she write that? 舞園が出ようとしてたのか。 The note was 最初に。 likely her way of getting in touch with a certain someone. She must have slid it under their door to let them know she wanted to meet with them in secret. If you got an invitation like that from the ultimate pop sensation, what young man could resist? こいつのセリフ飛ばしていい Of かな。 course, I'm only into 2D, so it wouldn't have any effect on me. こいつのセリフ飛ばして But もいい can か you な。 be sure anyone even got this note? And honestly, even if they did, I do not think they are at all involved in what happened. Huh? What makes you say that? Would you like to hear what I have to say? かわいい。 Very well then. Pay attention. Sayaka and Makoto switched rooms, correct? But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says, my room. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room that Makoto was staying in. So in other words, even if someone did read the note, they would not have any connection to what happened.
It certainly would seem that way. もう一回。もう一回。もう一回。Sayaka and Makoto switched rooms, correct? But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says my room. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room that... No, that's wrong. The nameplates on Mai and Sayaka's rooms got switched. They got switched? That's right. The nameplates got switched, just like the rooms themselves. As a result, the nameplate on Sayaka's room actually had Makoto's name. And the nameplate on Makoto's room had Sayaka's. So what you're saying is, the room Sayaka was staying in was actually marked as her room. あれだよね。それで呼んで、殺した後にネームプレート元に戻したら完璧ってことでしょう。っていうのをやりたかったんでしょ、前園は。Then, if someone did do what the note said, they would end up at Makoto's room where Sayaka was. Plus, their rooms are right next to each other, so switching the nameplates would be no problem. And the one who switched the names was... Well, of course it wasn't you, right, Makoto? Right. Okay, then who did it? I got it! Me and Sayaka were the only ones who ever knew about us switching rooms. So the only other person besides me who would even know to switch the nameplates... You can also infer as much from her note. She specifically tells the reader to check the nameplate. She would only have written that if she knew the nameplates had been switched. But why would she switch them in the first place? She wanted someone to come to the room she was in, and also hide the fact that it was Makoto's room. What? Inviting someone to your room, but not telling them you'd switched rooms. To understand that, we first need to understand what happened after she invited the person into the room. That's where the answer lies. What happened then was probably whoever she invited over came in and attacked her. We figured it out! We know who did it! Whoever she invited over is the culprit! こいつ意外と頭悪いだろ。 But we still don't know who it is, you goddamn idiot! Sayaka fought with her killer there in the room, yes? Perhaps the answer to our previous question lies in that initial struggle. Yes, I think you're right. Then... we just have to figure out what happened during the fight, right? That reminds me. There was a replica sword at the murder scene. Was that perhaps used during the fight? Oh yeah. What's the deal with that sword? Sayaka suggested I should hold on to it. I thought it might come in handy if I had to defend myself. It seems pretty likely that the killer used it to break Sayaka's right wrist. How the hell could you possibly know that's what broke her wrist? I got it! All you have to do is take a good look at her broken wrist, and it should become pretty clear. Right there where her wrist is all swollen, there's something glittery there. See? Is that gold? It sure is. Specifically, the gold coating from the replica sword. You barely have to touch that stuff, and it'll stick right to you. And there's some on her wrist because... I got it! Because she got hit with the sword! Right there on her wrist! I see. And so the truth draws ever closer. 全然好きなタイミングで寝て。全然そんな私を強制したことはないからね。全然寝ちゃって平気だよ。私は普通にこれやってるだけだから。All right, then it's about time to solve this mystery.
この部屋で起きたこと。またノンストップキルムに慣れていただけたでしょうか。あんまりさっき外してたし。複数の言霊をシリンダーに装填させていただきます。ウィークポイントという議論を論破できる言霊はその中の一つだけ。ここからは議論を論破できるウィークポイントと言霊の組み合わせを推理していただくことになります。その組み合わせが間違ったものであれば発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。このシリンダーに設置されている言霊は LB ボタンで、LB ボタンをちょんと押していただくと、順繰りに言霊を変更いただける。押し続けていただくと左スティックで選んで言霊を変更いただける。ゆるいや回答ですと言葉の装填数が今回の議論できないので、意地悪と同様の装填数にさせていただきます。よろしくお願いします。When the fighting broke out, the culprit grabbed the sword, and that's when the first blow was dealt. A sword-based sneak attack! And that's what broke Miss Mizono's wrist! So, she tried to fight back. She grabbed the kitchen knife she had hidden away. But then the culprit took that from her too. And they killed her with it. And that's exactly what happened. When the fighting broke out, the culprit grabbed the sword, and that's when the first blow was dealt. A sword-based sneak attack! No, that's wrong! Actually, no. I don't think the fight started with the sword. Huh? Why not? Because the sword's sheath had been scratched. See? There's a gash in it. Like someone cut into it with something sharp. Something sharp? You mean like the kitchen knife? That was the only sharp thing found at the scene. Stop jumping ahead! Slow down and explain it so I get what the hell's going on. If the sword was used first, there wouldn't be any explanation for the scratch on the sheath. If you were going to attack with the sword, you'd take it out of the sheath first, right? That's true. With the sheath on, it'd be heavy and bulky and useless as shit. Okay, so how did the sheath get damaged? If they got attacked with the kitchen knife, maybe they grabbed the sword as a defensive impulse. In that situation, there wouldn't be any time to actually unsheath the sword. So you're saying the sword was initially used to defend against an attack from the knife? Which means whoever had the kitchen knife was the one who attacked first. I think I get it! So here's how it all played out. The culprit came in, found the kitchen knife hidden there somewhere. Then they took the knife and attacked Sayaka before she knew what was happening. So she grabbed the sword to defend herself, but then the culprit took that from her too. Then, after they broke her wrist with the sword, they took the knife and finished. Sorry, but I don't think Sayaka used the sword to defend herself. What? How the hell can you not think that? Because she never held the sword at all. There's a certain part of her body that makes this clear. I got it! You're talking about her palms, right? The palms of her hands were perfectly clean, so I don't think she ever picked up the sword. How can you know that just by looking at her palms? Like I said before, the gold coating on that sword comes right off. In fact, if you look, you'll notice that a lot of the gold has already come off the handle. It's safe to assume that's because whoever used the sword got some of it on their hands. There's really no way she could have picked it up and come away completely clean. Maybe she washed her hands after she escaped into the bathroom. Sorry, but I don't think so. Why do you say that? Is it because you think I'm ugly? No, that's not it at all.
I got it! According to the Monokuma file, Sayaka's time of death was around 1:30 a.m. In other words, at nighttime. And the water in the bathroom shuts off at nighttime, right? Oh, I didn't know that. Actually, I haven't taken a shower here yet. Oh my. You're no different. You smell like a big fat ugly donkey. こいつら二人先に殺そうマジ。I'm not sure whether to take that as an insult or a compliment. An insult, obviously. So anyway, if Sayaka never touched the sword, then that means the killer is the only one who used the sword. But hold on. If that's right, then the one who damaged the sheath with the kitchen knife was... I got it! Sayaka? She had the kitchen knife? But we already said that the attack started with... The person with the knife attacked first, and the sword was used as an impromptu defense. Then the one who attacked first was... Sayaka? Now do you understand? She wasn't a blameless victim in this. No, far from it. It's almost as if she'd been planning to commit a murder of her own. She took the knife from the kitchen, then invited the culprit to the room she was staying in. And if it's true that she had the kitchen knife and attacked without provocation... Indeed. These are all the actions of an assailant. Which brings up another point. Makoto, Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Maybe the reason she wanted to switch rooms was so that she could pin the crime on you. That is a possibility, is it not? Sayaka wanted to... on me? That would also explain why she would switch the nameplates. She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room where she was staying. And by committing the murder there, instead of her room, that would implicate Makoto. But for that to work, the target had to be lured out while still keeping the room swap a secret. If the target knew she had switched rooms, they would have become suspicious right away. So all that's why she switched the names? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind of cutthroat behavior. I'm sure Sayaka realized the same thing, which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. Plus, she was the ultimate pop sensation. A totally forgettable kid. Or a national superstar. Who are you more likely to believe? Wait, then you're saying she had this all planned out? Holy shit! But in the end, her plan backfired. She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she'd planned to murder. Just hold on! That can't be true! Because... Hey! You guys have totally derailed the argument. You're being super boring right now. Come on, hurry up and decide who did it. Wouldn't it be awful if I had to punish you all just because you ran out of time? Oh yeah, we gotta decide who we think did it. Makoto, right now you just need to concentrate on figuring out the answer to this mystery. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Maizono の評価が私の中で爆上がりなんだけどクレイジーなところを垣間見た It's easy just to say, hey, decide who did it. But there just aren't any more clues, right? No, that's wrong!
導に打ってしまったけど。 There still might be one clue left. Sayaka's dying message. Dining? Wait, what did you say? The dying message. She wrote something on the wall behind her, remember? 11037. Written in her own blood. There must be a clue about the killer hidden in there. Well, before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? 左手だよね。左手。 I got it! Her left index finger had blood on it. That could only be because she used that finger to write the message. I see. She broke her right wrist during the fight, so she'd have to use her left hand to write. Sure. I think we can all agree Sayaka wrote it. What the heck do those numbers mean? Hey, Chihiro. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and shit. No, that's not... Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Of course. It's because they're not numbers. Oh, yeah, it looks like... Huh? What? What? No, it's just... look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, 1-1, look less like two numbers and more like one letter? Ah, you're right. The connecting line is barely there, so I assumed it was 1-1, but... Looking at it now, you could also read it as an N. Whoa, you might have finally just said something worth a shit. Our little gray cells are really getting excited now. こいつら命かかってんの分かってんのかな本当に。 But even if that really is an N037 doesn't make any more sense than before. なんでだよ。 Rotate the image 180 degrees. キリギリさんマジで分かってるな。 Oh my god. Now I see. She wrote down the killer's name. Huh? You just shot past the clue part and right on to who did it. So, whose name did she write? 逆になんでこいつらピンとこないわけ？ Here's my answer. The key to solving this mystery was simply to rotate the writing 180 degrees. If you turn the message around, it becomes the letters L-E-O-N. L-E-O-N, or more accurately, Leon. Leon! What the hell are you talking about? It's just a coincidence. It's just a bunch of random squiggles that happen to look like my name. No, it's not random at all. 命のかかった議論中。 She wrote that message on the wall behind her as she was leaning up against it. In that position, she couldn't move to write normally, and had to write upside down, as it were. And as a result, when you look at it standing in front of her, it ends up getting flipped. Try it for yourself if you want. Write something sitting like her, and the letters will be inverted. That sounds like one hell of a stretch to me. I'm the killer? You can't just go and say shit like that. If you're not the killer, then why did you try to destroy the evidence? Huh? You know what I'm talking about, right, Makoto? The evidence Leon tried to get rid of? I got it! You mean the burnt shirt piece I found laying on the ground by the incinerator, right? As the killer stabbed Sayaka, they must have gotten some of her blood on them. And to dispose of the shirt covered in the victim's blood, they threw it into the incinerator. But one piece burned off and got left behind. And the killer didn't notice.
If they had, they most certainly would have panicked. Isn't that right, Leon? But is one scrap of fabric enough to conclude that Leon is guilty? Yeah, I mean, Leon's not the only one wearing a white button-up. That's right! There are plenty of other people here with shirts like mine. With just that one little charred piece, there's no way you can say for sure who it belongs to. You're right. That alone isn't enough. But there are some other points that may reveal the truth. Are you finally starting to understand? The answers to all the riddles are right here. Yeah, I think so. What's that? 違った。違った。I got it! If we look closely at how the shirt was disposed of, we should be able to figure out who the killer is. Oh yeah, that's a good point. I think I know what you're gonna say. You can't reach the incinerator without opening the gate in front of the trash room, right? And obviously, you wouldn't be able to hit the switch to turn it on either. You need the key to get in, and the one with the key was the person on cleaning duty. So the killer had to be whoever was in charge of taking care of the trash, right? Interesting. The key to the trash room. Whoever was on cleaning duty must have had it, right? So the only one who could get to the incinerator was the person in charge of the trash? And you'd have to get close to the incinerator in order... No, that's wrong! Hold on. I think I know how someone could dispose of the evidence without using the trash room key. But if you can't get past the gate, you couldn't possibly turn on the incinerator, could you? Yes, you could. If you used this. What is it, some kind of glass ball? It's busted to hell. Actually, it was supposed to be a crystal ball, but, こいつが一番かわいそうだ、今のところ。But how would you use it? I got it! The killer simply took aim at the incinerator switch and threw the ball through a gap in the gate. All they had to do was hit that switch, and the incinerator would come to life. Someone threw a gap in the gate? Remember what you said before, Hifumi? 私じゃないですか。前に来た時はちゃんと表現で出すのですから。妖精さんの仕業。チンクルチンクルクルリンポン。Hifumi had the key, so the only way the incinerator could have been turned on without his knowledge was because the killer was able to hit the switch without opening the gate. Once they got the incinerator going, all they had to do was ball up the shirt and toss it in. Hey, come on! What the hell is this? All you have to do is look at the scene to know that the killer never actually went inside the trash room. The shards of broken glass, the incinerator left running, the piece of shirt that escaped the fire. If the killer had been on cleaning duty, the evidence would have been taken care of much more thoroughly. Wait, no, just hold on. But the distance from the gate to the incinerator has to be at least 30 feet, right? The pinpoint accuracy you'd need to throw a glass ball that far and hit something that small. Could someone really do that? That's right! There's no way! It'd be impossible! Difficult, absolutely. Impossible? I don't think so. 超高校級の野球選手。I got it! Because the killer is the ultimate baseball star. Isn't that right, Leon? Do you have any idea how stupid you sound right now?
A target 30 feet away would surely be little challenge for the ultimate baseball star. You can't be serious. I'm not the killer! These goddamn shepherd brains have got it all wrong, I'm telling you! You still won't admit it? Okay then. Makoto, go ahead and review the incident one more time to make his crime perfectly clear. And with that, we can end this. せいさんいらっしゃい。山田くんいつかやると思ってました。Listen to me! What the hell do you mean end this? Say what you want, Leon. But all the questions have been answered. And the truth has been revealed. でも実質こいつも被害者だよな。Now here's what happened. クライマックス推理があります。クライマックス推理でございます。事件の総まとめを行います。事件の流れ漫画形式で再現いたします。漫画にはところどころコマが抜けております。与えられた推理コマを抜けているコマにはめ込んでいき漫画を完成させてください。抜けているコマに照準を合わせて A ボタンを押していただくと、何ということでしょうか。画期的なヒントをご覧いただきます。これ、待って。あ、これか。これ2個目か。あ、ちょっと待って、どうこれだよね。足りない。どれどれ、これか。押してた。じゃあ違うじゃん。じゃあ違うじゃん。これなんだ？全くわかんないんだけど、これが。
って残ってんのどこ？全部埋めるわけじゃないんだね。もういつ刀抜いたのってなっちゃうんだけど。違うか、かぶってるのか、コマが。状況説明で落としたやつをそのままフォーカス当ててんのかと思った。普通にか？これに合ってるか？包丁落とした。これに合ってんのかこれ。なんでここでもう血出てんだろう。なんかアクト3以降は合ってる気がする。これアクト3以降は全然合ってる気がする。もうここの時点で刺されてるよねこれ完全に。いつされた？いつされた？まあいいや。 The killer is you! I think I'd better take one more look back at the case from the beginning. Last night, the killer went to the room Sayaka was in. In other words, my room. From what we can tell, Sayaka invited that person there intending to kill them. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier. But then something happened that she wasn't prepared for. They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle, a strike from the sword broke Sayaka's right wrist. And that's when she lost her grip on the kitchen knife. Finding herself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. The killer went after her, but couldn't get the bathroom door open. What they didn't know was that my bathroom door got stuck easily, and there was a trick to opening it. Sayaka knew about that because I told her, but of course the killer had no way of knowing. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife, and stabbed Sayaka. But with what strength she had remaining, Sayaka left a dying message.
To keep the killer from noticing, she wrote it on the wall behind her. And with that, all her strength was gone. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. First, they took off their shirt, which was covered in their victim's blood. Then they took the lint roller in my room and cleaned up the entire area. They wanted to make sure they got rid of any trace they'd ever been there. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. They tried to burn the shirt using the incinerator there. But the trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. So they came up with a plan to use Hiro's crystal ball, which he left in the laundry room. The killer managed to throw the ball through the gap in the gate and hit the incinerator switch. For any normal person, that'd be an impossible throw, but the killer had the confidence to take a shot. And that's because the killer was the ultimate baseball star. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator, which then quickly roared to life. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. But there was one thing they missed. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. The killer didn't notice this, and so left behind a piece of indisputable evidence. Isn't that right, Leon? It would appear that Hiro simply forgot his crystal ball in the laundry room. You went there to try and wash the blood out of your shirt, and that's where you saw it, right? Seeing the ball, you thought of a way to take care of everything. So, Leon, do you object to anything that's been said? Do I object? Hell yes, I object! Of course I do! I object! I object! I object! I mean, all of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? Without evidence, it's all bullshit! It's bullshit and I refuse to acknowledge it! Well then, I guess this is as good a time as any to present the evidence that proves you did it. Makoto, I believe you're in possession of that evidence. 何？学級最後の時に相手があなたの意見を全く聞き入れようとしない場面が訪れます。その時に発生するのがあなたの相手との1対1の口論バトル、マシンガントークバトルでございます。マシンガントークバトルでは、現れる相手の発言をリズムに合わせて破壊していくのが目的です。画面下を流れるテンポマーカーが真ん中に来た時にタイムマウスでボタンを押してください。テンポマーカーが真ん中に来た時に A ボタンで相手の発言をロックオン。テンポマーカーが真ん中に来た時に Y ボタンでロックオンした発言を破壊します。相手はダメージを受けます。破壊できなければあなたも痛い思いをされるでしょう。なお、ボタン入力を連続で成功させるとコンボとなり、一定回数成功するとテンポアップいたします。逆にミスを連続するとテンポダウンいたします。テンポが変わればボタンを押すタイミングが変わります。ボタンを押すタイミングが変わり、そっか。とどめをさせ、ウィークポイント発言を出してきます。議論と同じように言霊を Y ボタンでお打ちください。時間内に論破なさいます。3つの勝利でございます。発言力ゲージまたはタイムがなくなると失敗でございます。25分ほどよろしくお願いいたします。
これアクショ When ン the ない killer だけど。 removed the screws from the doorknob, they didn't use anything from your room to do it. Instead, they must have used something that belonged to them. I refuse to acknowledge you. You're stupid. Stupid, stupid, stupid. Stupid, 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 stupid. なんかやだな。 Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. You lie. Stop talking. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. Stupid. You lie. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Where's your proof? This should prove it. よくわかんなかった。よくわかんなかった。 The screws on the bathroom doorknob were removed. I wonder what kind of tool the killer used to remove them. I mean, it had to be a screwdriver, right? Oh yeah, I'm pretty sure the toolkits we got each had one inside. That must be what he used. There aren't any other tools anywhere. But the toolkit in my room had clearly never been used. That's because the culprit didn't know it was your room. They thought they were in Sayaka's room. Only the boys got toolkits, so the killer naturally assumed there wouldn't be one in there. Okay, then whose toolkit did the killer use? Stupid, stupid, stupid! It had to be their very own toolkit. Stupid, 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 う stupid! るせえな。 Leon, would you mind showing us your toolkit? If I'm right about this, then the screwdriver will show some evidence of being used. Stupid, stupid, stupid! Huh? And if you say you used it for something else, you'll have to explain exactly when, where, and why. And let me say this right now. I lost it isn't an excuse at this point. Stupid. Stupid. So, you have no rebuttal? Then it would seem we are finished here. Apo. Apo だ。ほう。あ。 Looks like you've reached your verdict. Then are we ready to cast our votes? You all have a lever in front of you. Use it to make your selection. Oh, just to remind you all, make triple sure you vote for someone. You wouldn't want to be punished for something so minor, right? Okay, then let's get excited! Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Guilty. あらら、大正解。今回毎度のさやかさんを殺したクロは桑田レオンくんでした。パチ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 。 Huh? Hey, hold on. ちょっと待ってよ。桑田くん、本当に桑田くんが毎度のさんを殺したんだね。そんな。 You son of a どうしてそん bitch! なことしやがった。 I didn't have a choice.
俺だって殺されそうになったんだ。これは、まあでも、これは桑田もかわいそうっちゃかわいそうだよな。So, that's why... いきなり包丁で襲われたら反撃するわな、そりゃ。None of you are any different! お前らだって一歩間違えればこうなってたんだ。たまたま俺が前園に狙われただけで。I was just... ついてなかったんだ。Hey! それともおとなしく殺されてばよかったってのかよ。これではっきりした。僕たちの出した答えは正しかった。だがどうしたって言うんだ。むしろ間違っててくれた方が僕を救われたのかもしれない。だって今の推理が真実だとすると、前園さんが僕を陥れようとしていたことも真実ということになってしまう。だけど、たとえそうだとしても、それでも悪いのは前園さんじゃない。全ての元凶は、あの映像のせいだ。僕でさえ気が動転しません内容だった。当事者の前園さんだったらなおさら。こんな場所に閉じ込めて出られないんだって、きっと仲間を待ってるのに。この前園の狂い方好きだったけどな。何もより大事にして夢と仲間。なんか、目的のために手段を選ばない的なこと言ってたはずだけど、その辺は好感持てるけどな、こいつの。もう死んだことで、失敗しちゃったけど、その計画を立てていたっていうことに私の壁はバカ上がりだよ、前園。家の含めて本当に何でも。前園さんは自分たちの仲間のために僕を裏切った。私の前園さんのあの言葉は No matter what happens, please always be there for me. 最初から僕を騙すためだけに、僕を利用するためだけに前園さんは僕に近づいたのか。それはもうわからない。彼女の気持ちを聞くすべはもうないから。死んでしまえば全てが終わりなんだ。それにしてもさ、やっぱ芸能界って怖いんだね。たかが人間関係をきっかけに人を殺そうとするなんてさ。パパンパパン。綺麗で性格も良さそうなのに、裏の顔は狂気に見せていたんだね。なんだって？わかるよわかる。自分を裏切った前園さんに絶望してるんでしょ？愛情、友情、同情、情が強ければ強いほど、それが崩れた時の絶望も大きくなるもんだしね。下げるのは全部お前のせいじゃないか。前園さんがあんなことしたのだって、全部お前のせいじゃないか。That's enough. Calm down. 今やめてください。本気で彼女の敵を打ちたいならね。パパンパパン。ドキドキ、殴られるかと思っちゃった。だけど、命拾いしたな、おい。Yes, というわ indeed. けで、学級裁判の結果、お前らの見事に苦労を突き止めましたので、今回は黒であるクワダレオン君のお仕置きを行います。Punishment? Punishment? You mean... execution? Wait a second! それは仕方なく殺しただけなんだって。Yeah, that's it! 正当防衛じゃね？自分の身を守るためにとっさに。Is that okay? あなたの行為のどこが正当防衛なのですか？あなたはシャワールームの鍵を壊す際、自分の工具セットを使ったのですよね。つまり彼女がシャワールームに閉じこもった後、あなたは一度わざわざ寝室に帰り、そこから持ってきたドライバーで鍵を壊してとどめを刺したのでしょう。 Do you お前と何度も understand? 立ち止まるチャンスはあったはず。でもあなたはそうしなかった。あなたに明確な殺意があったからではないですか？ So, い that's や、そ why... れはさ、もうやめようよ。Oh, あら、よろしいのですか？前園さんはあなたと一番仲がよろしかったのでしょう。この大事な前園さんがこの人に殺されてしまったんですよ。煽りよる。セレスさん好きだ。桑田君だけは責めるつもりじゃないよ。でも前園さんを責めるつもりもない。だってさ、悪いのはあいつじゃないか。ニャポ。お前がいなければ前園さんも桑田君もこんなことにはならなかったんだ。僕らが戦うべきなのは仲間同士なんかじゃなくて、こんなことを仕組んだ黒幕ただ一人なんだ。あらやだ、目覚めちゃったの？正義感に。Hey, このね、正義感ほど非道徳的なものなんてないんだよ。正義なんて振りかざす連中がいるから戦争だってなくならないんだよ。君はそんな正義感に目覚めちゃったと、そういうわけ？やべえ、好きだな、モノクマ。まあいいや、そんなことより、さっさと黒の刺激を始めちゃおうか。みんな待ってるんださ。 I'm begging you! Please, やめてくれよ。 don't do this! 言い Hey, 訳無用。罪を come 乱 on しても罰を受ける。 now. それが社会のルールでしょ。 Stop! Please! Now then, I prepared a very special punishment. スペシャルなお仕置き。 No, 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 no! Let's give it everything we've got. It's punishment time! Punishment time! No! Game over. 「
こで死ぬだろう、脊椎折れて。これで死ぬの本当に。ちょっと逆光が邪魔だな。さぞ歯が抜けたり、眼球のところが潰れたりなんてことがあっただろうに、逆光が邪魔だな。エクストリーム！いやエクストリーム！アドレナリンが染み渡る！I can't take it! こんなことこれからも続けなきゃいけないの？もう嫌だよ。高速で打ち出された野球ボールに一発だけでも人を縮めさせられます。そういう、そっか。Well? それが嫌ならきっぱりと外の世界との関係を断ち切って、ここでの一生を受け入れるんだね。お前らにそれができたらの話だけどね。Damn you! こんなことして何が目的だ。 What the heck? で、そんな人の悪の秘密結社みたいに。 Say この what? 前はクマの悪の秘密結社みたいにか。なぜ善良な市民である僕をこんな目に合わせるのですか？ Hey, 常識では考えられないことを常識で考えようとしてどうすんの？体重計で長さを測るようなもんだよ。まあできなくはないだろうけど。これこれ、まるで話が噛み合ってないですがな。Shit. どこの誰が知らないでぶっ殺してやるからそんなに怒っちゃって僕が憎いんだね。でも僕を憎むのはお門違いだよ。今のそっちにだってお前らが出たいなんて思ってから起きたんでしょ。いつまで経っても外の世界の未練を断ち切れないお前らが悪いんじゃん。いきなりこんなわけわかんないところに閉じ込められてねえ。でもこの学園の謎を全て知った時お前らは間違いなくこう思うはずだよ。ここで一生暮らせるなんて幸せだってね。どういう意味だそれは。Hey. 随分意味深なことを言うのね。さっきもそうだけど。 thrills, chills, kills! Hey. あなたが言うみんな、それって誰のことかしら。ね、僕から言えるのはここまでだよ。楽しみに後にも取っておかないとね。はがくれくん大丈夫かな。お腹も解放されたのと僕らしばらくその場を動けずにいた。しばらくなんていうより長すぎる時間だったかもしれない。きっとみんな怖かったんだと思う。一人になるのが。戸上とか普通に速攻で帰りそうだけど。誰も口を引いたことしなかった。そんな時だった。 Just a second. Makoto. まずに話しておきたいことがあるの。よくわかったわね。 Listen. 私はあなたに言ったよね。この事件のことをあなたが突き止めるべきだって。自身に気づかせようとしたんだね。騙されてるのを知らずにままと信じて容疑者になったバカな僕自身に。 It's true. 確かに前園さんはあなたを陥れようとしていた。それは紛れない事実。でも彼女は最後まで迷っていたはずよ。だからこそ、死ぬ間際にあなたのことを考えていた。死ぬ間際に However, 推理することができるはずよ。彼女が最後に考えたのは、あなたをどうやって助けるかだったはず。so... あなたがどうなっても構わないならあんなメッセージも送ったりしないはず。
自分を殺した桑田くんに仕返しをしたかっただけかもしれないじゃないか。 Certainly. その可能性もあるわ。けど私の考えは違う。 Anyway. 彼女は迷っていたのよ。あなたと騙すこと、そして人を殺すこと。だからこそ彼女の計画は失敗してしまった。彼女の迷いが失敗を引き寄せてしまったのよ。 Right. 皮肉な話だけどね。どうして僕にそんな話をするの？あなたは乗り越えられる人間だから。前園さんや桑田くん、仲間たちの死を乗り越えて先に進める人間だから。 Correct. そういう人間でなければこの極限状態を打破することはできないから。仲間の死を乗り越える。俺の屍を越えてゆけって。そんなの僕には無理だよ。僕はずっと引きずっていくよ。乗り越えなんかしない。前園さんの死も桑田くんの死もずっと引きずっていく。みんなの思いを引きずったまま前に進むんだ。乗り越えるのよりずっと大切な道を選ぶの。大変な道を選ぶのね。でも期待してるわ。笑った！ Hey. キリギリさんが笑った！ついでに聞いておきたいんだけど、さっき私が前園さんの話をするってどうして分かったの？あ、それは、エスパーだから。What? 冗談、ただの勘だって。引きずってますね。野球で成功した人間を一方的に野球ボールと時の別現実的尊厳破壊。つうか、江ノ島が一番かわいそうなんだけど。江ノ島が一番かわいそう。絶望バット。プレゼント。江ノ島が一番かわいそう。あー、始まっちゃった。ちょっと待って、区切りたい。ストップ。これ、区切れねんだよな。いいか、次の自由パート入ってからでいっか。入ったわ。え？これか。あ、今セーブになったからいっか。メインメニューに戻る。今セーブしたよね。ちょっと待って。不安になった一瞬。いや、もう0時だよな。さくらちゃん。おーげーもう0時過ぎてるよ。すっげー長かった。すっげー長かった。すっげーな。長かったな。今までのゲームと違って区切り時が全然明確じゃない。ちょっとドア開けんね。江ノ島さん常識人枠だったから仕方ない。このデスゲームにはついてこれ。江ノ島が一番かわいそうだよな。江ノ島もうちょい活躍してもよかった気がする。雑に処刑された江ノ島。江ノ島よ。ちょっと、お水をね。あなた好きだと思った二人速攻で消えたね。確かに、ちょっと思ったわ。ピクシムに前園さんが桑田の誘いを成功させたパターンを妄想したイラストがあって好き。黒が卒業すると他の人全員処刑って後出しされたらショック受けそうって。はあ、確かに。さあ、このゲームさ、唯一、私がちょっと残念に思うことがあってさ、自分から人を殺めに行くアクトがないじゃないですか、これって。推理ゲームだからだろうけどさ、当たり前だけど。これさ、なんかさ、自分が、加害者側に回る、あれがあってもいいと思うんだ、選択肢とかで。なんかこう、誰かと二人きりになったタイミングみたいなさ、あれでさ、こうすれば証拠が残らないみたいなさ、選択肢をどんどん選んでいってさ、自分が卒業するみたいなさ、それやりたくないそれやりたくないそれをしたら、とりあえず、証拠が残る残らないとかどうでもいいから片っ端から殺めたいんだけど、それぞれどういうリアクションをしてくれるのかっていうのを見たいだけなんだけどさ。金
相手のゲームで犯人視点で犯罪を成立させるやつは、そうなの金田一少年の事件簿だっけなんか漫画のやつ、あるんだ。ちょっと面白そう。このさ、自分が、人を一人脱落させて、それが周りにバレなければ卒業できるっていうさ、あれでさ、なんか、できない。ヒットマン的な感じでさ、ヒットマン的なさ、なんか、要領でさ、どのタイミングで、どの凶器を使ってどうしたら、バレずに殺せるか。で、周りにバレずに済むか。みたいな感じのさ、計算してさ、っていうのをやりたいよね。あのメンツで。あのメンツで、やってみたいんだけどな。殺した、人をそう脱落させた時の、あんまり配信でね、KOLO ってあんまり発言しちゃいけないからね、ちょっと、ついうっかり、いつものサバイバルホラーやってるノリで出ちゃうんだけど、こう、人をね、脱落させた時の、その脱落する直前のその人の最後の、言葉だとか、あれだとか、そういうのを聞くのがとても私は好きでして、そういうのをちょっと、一人一人ね、確認していきたいよね。ヒットマンも殺害方法によっては周囲の特別なリアクション見られてる。そう。つっても私自分でやったことはないんだけど、その人の実況を見たことあって、どういうあれをするか、どうやって、あれをするかみたいなのは、若干把握しちゃってるの。ヒットマン、2だっけな見たの。3だっけな忘れちゃったけど。ターゲットを自分から見投げさせたりとか、それあれでしょおばちゃんでしょおばちゃん。おばちゃん見投げさせるやつでしょ私の好きなとしょこさんが見投げさせるおばあちゃんを無理やり助けるみたいなことやってて、救出成功してて爆笑した。あれを知らないのに、ゲーム知らないのに、こうやると、このおばあちゃん、ベランダから飛び降りるんですね。これをね、助けましょうつってで、いろいろやってて、おうつって下に行って、そのおばあちゃんが立ち上がるところを見届けて、これが愛ってやつですよ、みたいな感じのこと言ってるやつ。めっちゃ面白いよ。としょこさんのヒットマンクソ面白いから。今、ゼルダの、なんだっけ、ティアキやってて、まだチュートリアルのとこやってる。まだチュートリアルやってて、チュートリアルで死ぬほど検証しててめちゃめちゃ面白い。西野から誰が脱落するかドッキドキのワクワクだね、ドッキドキのワクワクだね。頃合いに置き換えて発言しよう。愛してやるみたいな。そうね、愛して差し上げたいね。落下する瞬間に体力ゼロにするんじゃなくて、ちゃんと落下ダメージで排除されるような。そう。救出することができるらしい、あれ。めちゃめちゃ面白かったよ。なんかね、見てほしい。多分、としょこヒットマンとかで検索したら全然出てくる。てか、数々の動画が出てくる。なんかね、この方法で死ぬのかなとか、あと、これで助けられないかなみたいな。としょこさんね、殺さなくていい人を殺してね、死なないとストーリー進まないキャラをね、救出するっていうのめちゃめちゃやるからね。めちゃめちゃ面白いよ。まあ本当に楽しいゲーム。気にはなってるんだけど、チャプターごとに、私の性格だと多分苦手なんだろうなと思ってやってないんだけどさ。そんなことで、そう。セール来るとめちゃくちゃ安くなるから興味あったらどうぞ。興味はね、あるが、どうしようかな。まあ、少なくともでも配信ではやんないかな。私が、大体知っちゃってるから、シナリオっていうかストーリーを。としょこさんのやつと、別の Vtuber の人の配信見ちゃってるから。一回見たやつは配信ではやんないかなって感じ。自分ルールとして。よっぽど、自分でやって、
これめちゃめちゃみんなにおすすめしたいぜっていうので、やったりはするけど。ダブって所有しててくれない。ダブって所有することある今日一番の感動は山田さんが山田の名前を覚えてたこと。でもね、ちょっと時間かかったよ。山田。誰だ山田。山田誰だ山田誰だ山田誰だ山田って誰だってなって、消去法で言ったもん。戸上じゃない。桑田じゃない。石丸じゃない。あいつかってなった。あの中で、私結構、脳内検索してたから。ただね、私ね、名字で覚えるんだよね、結構。マジで。下の名前がね、パッと出てこない。下の名前がパッと出てこないから、英語吹き替えだとみんな、下の名前で呼んでんだけど、ファーストネームで呼んでんだけど、ファーストネームとあれが一致しないんだよね。自分が認識してる名前と、字幕で名字出てきてくれるからいいんだけど、自分が認識してる名前と、さやか、前園か、みたいな感じになるから。マカロ苗木か、みたいな。になるからね。あれが一致してないんですな。アップデートで拠点に古城を据えてターゲット、愛しては武器などを持ち帰って次の依頼に備えるモードもあるよ。ランダム性あるからハマる。マジで？じゃあストーリーじゃないやつもあんのか。大丈夫だ。2章でも少なくとも2人減る。レオンって漢字書ける？書けない。てか、桑田も怪しい。普通に、漢字の勉学の成績的に桑田も怪しい。桑が怪しい。桑が。こうか。多分いけるわ。レオンは無理だな。あと、あと、あれだよ。オーガで覚えてる。あの人は。さっき下の名前覚えたけど忘れちゃった。あと、藤崎でしょ？葉隠れでしょ？待って、舞園、苗木、桐桐、桑田、江ノ島、戸上。てか、江ノ島は純子だ。立子。戸上、山田、セレス、藤崎。水泳バカなんだっけ？水泳バカ何にも覚えてない。オーガ。あと誰がいた？深川か。水泳バカ完全に忘れた。わ。舞園も画数多いから無理そう。舞園は無理だな。書けないな、多分な。泣けるぜ。そっか、さくらちゃん、ルーデンベルク。大神さんって書かれてるシーンもナチュラルにオーガって呼んでるよね。朝比奈だ。そう。あとなんか数人忘れてるような気がするけど、まあいいや。朝比奈だ。そう。まあそんな感じで、とりあえず明日もやりましょう。明日いや、推理パート長えな、これ。平日にやるもんとちゃうぞ、これ。考えとかないとな。0時半だもんな。まあ、0時半ギリいいかな。平日だいたい12時に区切りたい人だけど。まあいいや。まあ、過ぎたら過ぎたで。まあ明日はでも日常パートだから好きなタイミングで区切れるだろう。ということで。でもさ、裁判パートさ、ちょっと冗長しかったよね。どっちかって言ったら。もう分かってるじゃんっていうことをなんかやってた気がするわ。もっとこう、って言うと西尾から多分厳しくなるんだろうな。って言うと厳しくなるんだろうな。西尾あたりから。OK、まあいいや。ということね0時半になりやしたので、まあ0時10分、20分ぐらいの雑談タイムでございましたが、この辺で区切りましょう。まあそっか、チュートリアルだから、あれだね、説明とかは全部今後なくなるだろう。ということで、明日も続きをやっていくぞいということで、今日はこの辺で区切りましょう。0時半になっちゃったから、明日予定ある人もいると思うから、私も明日バッチリ仕事だから。
今日はゆっくり寝やすぜ。ということで、みんなもゆっくり休むように、あずいずいでしましょう。皆さん、あずいずいでした。あつい